こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。皆さんの国では食事の時に挨拶をしますか？今回の話題は日本の食事の挨拶です。日本では食事をする前にいただきますと言います。そして日本では食事が終わったらごちそうさまでしたと言います。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。日本語を勉強されている方は知っている言葉かもしれないですね。でもどうして食事をする前にいただきますというのか知っていますか？どうして食事が終わったらごちそうさまでしたというのか知っていますか？私は今日その話をします。この2つの挨拶には意味があります。これらの挨拶は感謝の気持ちを表す言葉です。感謝。感謝という言葉の意味を説明します。例えば皆さんは誰かが自分にいいことをしてくれたときにどんな風に感じますか？例えば誰かが皆さんを助けてくれました。その時どんな気持ちになりますか？誰かが皆さんにプレゼントをくれました。その時どんな風に感じますか？または誰かが皆さんに親切にしてくれました。その時どんな気持ちになりますか？多分きっと嬉しい、幸せ、よかったなどと感じるはずです。これらの気持ちを日本語ではありがたいと言います。ありがたい。ちなみに日本語でありがとうまたはありがとうございますという言葉があります。これはありがたいという気持ちを相手に伝えるための言葉です。感謝はありがたいという気持ちを相手に伝える行動のことです。感謝とは自分を助けてくれたり親切にしてくれた人にありがたいという気持ちを伝えることです。または感謝は自分を喜ばせてくれた人にありがたいという気持ちを伝えることです。感謝とはこのようなニュアンスです。では次にいただきますとごちそうさまでしたの意味を説明します。いただきます。いただきますはいただくという言葉です。いただくは敬語です。いただくはものをもらうという意味です。例文、学校で先生から本をもらった。これを丁寧な言い方にします。学校で先生から本をいただいた。いただくには他にも意味があります。いただくは食べる、飲むという意味があります。例文、昨日
先生の家でクッキーを食べた。これを丁寧な言い方にすると、昨日先生の家でクッキーをいただいた。日本語では先生に対して敬語を使います。ですから、この例文では先生という言葉があるので、いただくという言葉を使っています。もし友達からプレゼントをもらったとします。その時は友達からプレゼントをいただいたとは言いません。日本では上司、先輩、先生、年上の人、初対面の人には敬語を使うので、いただくっていう言葉は友達には使いません。いただくという言葉は仲がいい人には使いません。話を戻します。私たちが毎日食べる食材には命があります。食材は料理をするときに使う材料のことですね。私たちが食べる食材には命があります。例えば動物の肉、魚、野菜などには命があります。食事をするということは命を食べるということです。私たちは食べないと生きていけません。私たちは食事をしないと生きていくことができません。私たちは毎日自分が生きるために他の生き物の命を食べています。それは自分が生きるために他の生き物が死ぬということです。ですからその命に感謝をすることが大切です。日本ではそういう考えがあります。自分が生きるために役に立ってくれる命に感謝をすることが大切です。ちょっと難しい言葉ですね。食べるときはありがとうという気持ちを持つことが大切です。ですからいただきますは食べ物の命に感謝をするための挨拶です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでしたは料理をしてくれた人へ感謝を表す言葉です。誰かが自分のために料理を作ってくれました。そのことに感謝をすることが大切です。そしてごちそうさまでしたは食材を作ってくれた人へ感謝を表す言葉です。例えば野菜を育ててくれた人、チーズを作ってくれた人、塩を作ってくれた人、肉を作ってくれた人、魚を取ってくれた人。自分が食べるためには食材が必要です。誰かが食材を作ってくれないと自分は食事をすることができません。もし自分が料理をしたとしてもごちそうさまでしたと言うといいです。なぜなら食材を作ってくれた人に感謝をすることは大切だからです。ごちそうさまでしたにはそんな意味があります。ごちそうさまでしたは食事の後に言いますが、他にも使い方があります。外食の時、食事が終わったらお金を払ってお店を出ます。その時にお店の人にごちそうさまでしたと言います。するとお店の人は喜んでくれます。さらにごちそうさまでした、美味しかったですと言うともっと喜んでくれるはずです。
ごちそうさまでした。おいしかったです。ごちそうさまでした。おいしかったです。ちなみに、これらの挨拶は胸の前で手を合わせて言うことが多いです。こういうふうにいただきます。ごちそうさまでしたというととても丁寧です。日本では親が子供にこれらの挨拶を教えます。この挨拶は食事の時のマナーです。ですからもし誰かがいただきますを言わないで食事を始めたらマナーが悪いなと思う人もいます。日本人にとってこの挨拶はとても大切なものです。ですから多くの日本人は食事の時にこの挨拶をします。でも何も言わない日本人も増えているそうです。でも食事の時にこの挨拶をしない日本人も増えているようです。どうして挨拶をしないのかというと、理由はいろいろあるようです。いただきます。ごちそうさまでした。というのが恥ずかしいとか、この挨拶は必要ないと思う人がいるようです。あとは大人になって少しずつ言わなくなってしまったという人もいるようです。私は今でも食事の時はこの挨拶をします。でもたまに一人で食事をする時は忘れてしまいます。それは良くないなと思う時があります。なので忘れないように気をつけたいです。基本的にこの挨拶は声に出して言いますが、心の中で言ってもいいです。私は一人で食事をするときは手を合わせて心の中でいただきますやごちそうさまでしたと言います。命に感謝をして食事をすることは大切です。でも同じくらい大切なのは食べ物を大切にすることだと思います。私は食べ物を無駄にしないことも大切だと思っています。日本には大量の食べ物があります。日本にはたくさんの食べ物があります。でも日本では毎日たくさんの食べ物が捨てられています。例えばお店でたくさん食べ物を作っても全部売れない時があります。そうしたらそれは捨ててしまいます。この話をして思い出すのが、私の夫が昔食べ物屋でアルバイトをしていました。彼はうどん屋さんでアルバイトをしていました。そのうどん屋さんの隣にドーナツのお店がありました。そのドーナツを売っているお店は、お店を閉める時間になると、その日売れなかったドーナツを全部ゴミ袋に入れていたそうです。夫はそれを見てとても悲しい気持ちになったそうです。あと日本のスーパーでよく見るのが、古くなった食べ物が安く売られているんですね。でもやっぱりみんな新鮮な食べ物が欲しいです。だから安くても古い食べ物は欲しくありません。もしその食べ物を誰も買わなかったら、それらは捨てられてしまいます。
日本はなんかたくさん食べ物があって、それはいいことだと思います。でも実はたくさんの食べ物が捨てられています。それは悲しいことです。日本の家でもそういうことが起こっています。例えばスーパーで食べ物を買います。家に帰ってそれを冷蔵庫に入れます。でも食べ物を冷蔵庫に入れたことを忘れてしまいました。いつの間にかその食べ物は腐ってしまいました。だから捨てるしかありません。こういうことが日本の家でたくさん起きています。私もそういう失敗を何度もしたことがあります。なので私は冷蔵庫や食料庫に食べ物をあまり入れないようにしています。そして食べ物がなくなったら買い物に行くようにしています。食料庫は食べ物をしまっておく部屋のことです。あと私が気をつけていることがあります。私は買い物をするとき、全部食べられる量だけ買います。ということで今回はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。